はい、そしたら今回ですね、ちょっとニューギアを試したいと思いますので、ハイパーライトマウンテンギアの僕が見る中ではもしかしたら国内初ご披露になるかもしれないです。ハイパーライトマウンテンギアのビビーなんですね。超ちっちゃいんですよ、これ。すげえちっちゃくて。わかりますかね。ペットボトルだとしたら、ペットボトルと同じぐらいの縦の大きさなんですよね。めっちゃちっちゃいんですよ。名前はですね、スプラッシュビビーっていうみたいです。今、投稿直前に確認したら、国内でも今販売をし始めたみたいですね。ただまだ情報は全然載ってなかったです。で、こんな感じで、基本的に単体でこうガイロープを作って木に貼り付けたりとか、トレッキングポールに立ててみたりとか、タープの下に貼ったりとか、そんな形で使っていくビビになります。サイズはレギュラーとロングの2つの展開になってます。レギュラーだと 157g、縦が 183cm、横がだいたい 60cm 頭幅、足 50cm ぐらいですかね。で、ロングは 178g、だいたい縦の長さが 198cm になってます。僕はロングを購入してます。僕はちなみに 180cm ぐらいあります。期待してセールになるのを待ってたんですよね。で、ようやく本国がセールになったので買いました。本当に情報がないんで、よかったら参考にしてもらえたらなと思います。超コンパクト。要は蚊帳なんですよ。要は蚊帳で、それが第2今の蚊帳で超軽いっていう、超コンパクトっていうものなので、ちょっと早速説明してみますね。ちなみに今回結構爆買いしたので、いろんなものがあるんですけど、これがエンライトエクイプメントのマイナス1度対応の河川キルトです。はい、そしたら設営こんな感じです。今日はまずですね、ハイパーライトのこの新作のやつをちょっとお見せしていきたいと思ってます。で、こんな感じでハイパーライトなんですけど、設営するとこんな感じです。なので、ハイパーライトが初めて出したビビーっていうことになってます。重さがめっちゃ軽いですね。これロングと普通レギュラーが選べるんですけど、ロングになってます。ロングだと縦2メーターぐらいなんで、結構長いですよね。で、タープは2メーター50、2メーター50のハイパーライトマウンテンギアのフラットタープ使ってます。ですので、ちょっとこれ頭若干出てますけど、中にここ引っ掛ければ問題ないかなと思います。ちょっと出てもいいかなと思って出してるんですけど、2メーター70、2メーター30のタープの方が頭が出ないんで、心配な方はいいかもしれません。でも、足元は結構余裕あるんで、設置の仕方によって、頭も全然中に2メーター50でも入れられると思うので、ちょっと初張りということなんで、ちょっとアバウトに貼ってあります。これゴムがついてて、適当にここにかけてるんですけど、ここをかけるのと、あとここが引っ張れるんで、適当にガイドラインでここで引っ張ってます。で、ここはちょっとゴムになってるんですけど、地面もペグダウンして、広げて。という感じにすると結構安定した感じになってますね。はい。で、ここがなんかナイロンみたいな生地になってて、ここがメッシュになってます。ですから、夏の時とかは蚊帳ですごい涼しくていいですよね。あと単体でも使えるということです。で、すっごいコンパクトになるっていうのが僕すごい魅力的だったのと、フロアがめっちゃ高いんですよね。雨の時とか結構心配じゃないですか。フロアレスとか使うと。だからそういう意味ではこれだけライニーマンのフロアの高さがあったら、浸水しても全然問題ないなっていうのがすごい欲しかったポイントなんですよ。軽くてコンパクト、かつフロアが高いっていうのが結構珍しかったんですよね。で、横で見ると、これぐらいの幅。本当に一人用って感じですよね。はい。中は、エンライトエクイプメントのキルト入れてます。で、それこんな感じ。はい。ちょっと入ってみようかな。広い広い。めっちゃ広い。見えると、こんな感じね。はい。なるほどね。こういう感じなんだ。めっちゃいいかも。すごい。めっちゃ広い。天井のクリアランスもすごいし。この辺の広さはありかも。いいかも。これ高いから。面白い面白い。
実際これ中に入ってみると結構広く感じましたね。今まで割とコンパクトなビビを使ってたからっていうのもあると思うんですけど、ヘリウムビビとかサマヤのナノビビとかを使ってたんですけど、これは天高がすごいあるから、これだけ引っ張られたらもうめちゃめちゃ内部空間広いです。で、奥行きもロングっていうこともあって、2メーターぐらいしっかり高さ取れてますんで、非常に180センチは僕がでも頭に少し空間作れて足元の空間作れるので、これは広いなと思いました。で、実際これちょっと寝てみてまた感想をちょっと伝えたいと思います。あとタープ久しぶりなんで初めて見る方もいらっしゃるかもしれないですね。このハイパーライトマウンテンギアのフラットタープになってます。これ正方形と長方形が出てるんですけど、正方形のを使いました。多分相当久しぶりに使ったんでなんかちょっと貼るのに手こずっちゃったんですけど、はい。で、ちょっと失敗したなと思ったのが、軽量化したかったんで、ポールを、普通のポールじゃなくて、イーストンの、カーボンポールにしたんですよね。これ 65g ぐらいしかないんですよ。普通、トレッキングポールで立てるのは推奨なんですけど、トレッキングポールって1本 150g ぐらいなんですよね。で、これは 65g でめっちゃ薄いんで、軽量化になるんですけど、しなるし、軽いしなんで、ポールとして結構支えれないんですよね。これちょっと失敗したなと思って、次からやめようと思ってます。はい。で、何よりもこのビビがですね、今回ちょっと初張りやったんで楽しみにしてたんですよ。ハイパーライトマウンテンギアが出した初ビビっていうことで、下がすごい贅沢に第2話使ってるんですよね。で、僕がすごい欲しかったのが、これめっちゃ軽量なんですよね。いわゆる蚊帳なんですよ。もうほとんどビビというか。で、蚊帳として使えるんですけど、蚊帳って結構重くないですか？蚊帳って僕調べるとやっぱ 400g とか 500g ぐらいするので削っちゃうんですけど、なくすとなくすとで虫問題があったりとかですごい悩んでたんですよね。蚊帳のためになんか荷物背負うのもなと思ったんですけど、これが 200g ぐらいなんですよ。めっちゃ軽くて、かつ結構な広さなんですよね。うん。で、これ単体でも天気が良かったら使えるってことなんで、すごい贅沢なビビ空間ということで、これちょっと買いました。というのが、今回ですかね。はい。あとは、大体他の、動画で上げたことがあるんじゃないかなと思います。もう、新調したんですよ。はい。キルトが、エンライトイクイプメントの、河川キルトになってます。マイナス1度対応です。で、ワイドにしてます。で、すっごいかさばっちゃったんですけど、軽さは 600g でめっちゃ軽いです。で、実際これやっぱり僕もキルトいくつか持ってるんですけど、すごい使い勝手いいんですよね。だから、ちょっとこう、かさばるんで、外付け専門とか、真冬になってきたらちょっとダウンキルトも新調してもいいかなっていうぐらい、めっちゃ使いやすかったんで、これもちょっと使用しながらまた皆さんいろいろ告知していきたいなと、お勧めしていきたいなと思います。実際にこのタープとの相性がすごい良くてですね、インナーの幅もそこまで取らないですし、実際にタープを設営するわけなので、こういう風に日中はですね、快適に過ごすことができるんですよね。雨が降っても安心ですし、で、この組み合わせでも非常に軽いので、すごくいい、新しいスタイルを手に入れたなと思います。ハトメがいっぱいあるのすごいいいなと思いました。結構今日とか風強いんですけど、普通風が強いとこういう風にパーンとタープって緩むじゃないですか。それが結構気になったりするけど、もし本当に風が強かったら、ここのハトメとかにガイライン引いてあげて、引っ張れば、ちょっと強度を増すんで、タープなんですけど、なんか風もすごい安心ですね。ちょっとポールをかなり軽量ポールを使っちゃったんで、そこだけ心配ですけど、タープ自体はやっぱすごいよくできてるなと、久しぶりに使って思いますね。さあ、じゃあ点火しますか。フィールドではこいつも初めてだ。海側。おはようございます。PK キャンプです。実際ですね、これでちょっと寝てみたんですけど、めちゃめちゃ気持ちよく寝れましたね。タープ張ってるっていうのもあるんですけど、安心感ありましたし、やっぱりこのサーマレスとのマットと、このエンライトイクイプメントのキルトの相性がすごい良くて、めっちゃ気持ちよかったですね。エンライトイクイプメントのキルトがいいっていうのを噂で聞いてたんですけど、僕が使ったキルトの中で一番いいですね。やっぱり河川キルトだとかさばるとかがちょっとネックだなと思ってたんですけど、高いし、洗えるし、みたいな。すごいいいところも水に強いし、みたいなことがあるんで、使いようによってはすごいいいアイテムになるなと思って、見直しましたね。
今20度いくかいかないかぐらいの気温なんですけど、マイナス1度対応ってことは結構オーバースペックでありますので、めっちゃ高かった。OMM の寝袋、マウンテンレイドとかだと、233とかだと、10度近くになってすごい寒くなる時なんですけど、こいつは単体で十分暑かったので、単体でいけるなっていう感じがしますね。いや、めっちゃいいと思います。はい。ということで、今回のハイパーライトマウンテンギアが出したビビー、スプラッシュビビーのご紹介でした。今までにないちょっとビビーの概念と違う非自立型のビビーでした。何より単体で使うことができて、178g というロングでも非常に軽量なところ、そして内部空間も広いということもあるので、非常にとりあえず持っていこうができる新しい形のビビーだなと思いました。で、僕ハンモックをやろうと思ってるんですけど、ハンモックで木がない時に代わりのテントを持っていくのって結構かさばるなっていうのが心配だったんですよね。で、そういう時にこのスプラッシュビビーだけ忍ばせておけば、万が一ハンモックが張れないってなった時もタープを持っていってると思うので、代わりにこいつをセットすれば、成り立つので、療養として一緒に忍ばせて連泊とかでも持っていけるといいんじゃないかなと、そんな風に思ってます。はい。ということで、今回のレビュー動画は以上となります。今回の動画が少しでも楽しかったなって思っていただけましたら、大変お手数かと思いますが、チャンネル登録、高評価、コメントなどいただけますと幸いです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた。